皆さん、こんにちは。在日イタリア商工会議所の高橋です。昨年イタリアで始まったファミリーエコノミーウィークという企画に、今年から日本も加わりました。日本からは2つのテーマでセミナーが行われますが、そのうちの1つが本日の伝統化、効率化です。コロナ禍で多くの企業が導入したリモートワーク、かつての日本では考えられなかった変化が起こる年となった2020年、このような外部からの衝撃なくして、日本は伝統を壊し、新たな働き方を導入していくことができるのか、それとも伝統を壊さずに世界の変化に対応することができるのか、このような話をですね、本日は皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい。では、本日ですね、お話しいただくパネリストの方々をご紹介したいと思います。元株式会社ジョルジョ・アルマーニジャパンの副社長、現株式会社ディーゼルジャパンの経理代務本部長、そして同志社ビジネススクールの教授でいらっしゃいます、フランチェスコ・サンティ・ボルニコーニさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本最大級の匿名掲示板2チャンネルの開設者、ニコニコ動画の元管理人でいらっしゃって、現在は英語圏最大の匿名掲示板、4ちゃん、5ちゃんの管理人されています、西村博之さんです。どうもよろしくお願いします。そして、株式会社岡村、働き方コンサルティング事業部、ワークミルの編集長、そしてシニアリサーチャーでいらっしゃいます山田祐介さん。山田です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、この3方をですね、お迎えして、ご意見をお聞きしながら、このセミナーが皆さんの日本の働き方について考え方を広げるきっかけになればと思っております。はい。働き方についてといっても、どこから手をつけていこうか悩みどころではあるんですけれども、そもそもこの働き方という言葉ですが、視聴者の皆さんにも馴染みが深いと思います。まず記憶に新しいのが2019年4月春ですね、に施行されました働き方改革関連法。これが、多様な働き方の実現、長時間労働の是正、そして同一労働、同一賃金、正規、非正規の処遇差の解消といったものに焦点を当てたものでした。そして最近では日本でも企業の間で流行り始めている、流行りっていう言葉を使っちゃうと怒られちゃうかもしれないんですけれども、SDGs の17の目標のうち8番目が働きがいも経済成長もということになっていまして、注目されているコンセプトであることは間違いないと思っています。この働き方といっても、経営者の視点から見た理想の働き方と、従業員の視点から見た理想の働き方と、これまた社会全体から見た理想の働き方というのが見る角度によって必ずしも一致しにくいものなのかなと思うんですけれども、例えばコロナによってリモートワークを導入した企業って結構あると思うんですけれども、これもやっぱり改革の一つにつながるですかね。どうでしょう。リモートワークについて皆さんどのようなご意見をお持ちなのかなというところ、まず山田さん、リモートワークについて何か世間でどのようなふうに皆さんに見られているのか、そしてリモートワークって続いているのかみたいなところ、もし分かるところがありましたらお話しいただきたいんですけれども、山田さん、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、リモートワークといいますと、世界で捉えると、標準的にもいわゆる日常的にされたことだったんですけど、日本はどうしてもオフィスに行くという働き方がいわゆるそれがここのタイトルで言うと伝統みたいな働き方だったのが、今回これをきっかけに強制的にリモートワークをしざるを得ない状況になって、リモートワークできるかできないかっていうところで、できるっていうところがまず判明したというところかなと思っています。いろんな企業やなかなか手を伸ばせなかった経営層の方々がリモートワークを実践して、効率という話はまた別にあるんですけれども、できるかできないかというと、できてしまったというのがまず状況かなと思っております。
割となんか、リモートできるにもかかわらず、リモートできたけど、もうやっぱり元通り会社通おうよっていう空気感に日本はなってる気がするんですけど、そこら辺山田さんいかがですか？はい、おっしゃる通り、なってますね。はい。これは、どう捉えるかなんですけど、やはりリアルであった方がやりやすいとか、逆にリモートになったから、振り子のように一度リモートに振り切ったのを、リアルができるようになったんで、こちら側に戻っているっていう、この状態が今なっているのかなと思います。フランチェスコさん、イタリアの方はどうなんですか？そのリモート増えたと思うんですけど、それって今は減ってるんですか？それともどんな感じですか？今、大きい疑問ありますけど、だいぶ、コロナの状況はだいぶ良くなってますから、大体公務員は、企画的には、もうこれから、リモートをだんだんやめてで、オフィスに戻る予定ですけれども、会社はやっぱり、まだちょっとはっきり、議論できてないと思うんですけど、正直は、リモートに関するが、会社にとってもメリットもあるんですけど、そのデメリットもあるので、そのバランスは、どうでしょうね。あと、いろいろな環境的なこともあるんですけど、例えばイタリアは4都市があって、やっぱり都会は少ないので、結構田舎という小さい町が多いから、やっぱり例えばインターネットの接続の状況とか、だいぶ場所によって変わりますから、例えば学校の場合はリモートのクラスの経験あったんですけど、異常に問題があって、なかなかうまくできなかったので、一部オフィスワークにとっても、ちょっとこの問題があると思うので、多分日本よりも、オフィスに戻るトレンドが強くなる気がします。もともとイタリアって、なんかバカンス1ヶ月行っちゃうみたいな、会社来なくても回ってる社会じゃないですか。そうするとなんかリモートみたいなのでも会社来なくてもなんとかなるんじゃないのって気がするんですけども。イタリア人の4月のバカンスはリモートワークと言えないんですよ。本当に皆さんメールは見なくて、電話にも出ないので、それがちょっと違いますけど、でも全体的にイタリアは国としては1ヶ月ぐらい、今1ヶ月ちょっと言い過ぎかもしれないけど、おそらく2週間ぐらいも、すべて生産とオフィスは閉めますから、その面で見ると、あんまり国内で迷惑がないんですね。逆に旅行関係の業界は結構ベネフィットがあるんですけど、ただ、今、グローバライゼーションの世界の中に、やっぱりイタリアだけで見るとちょっといけないから、例えばイタリアと日本の関係見ると、その2週間、3週間ぐらいの夏の休暇は結構迷惑になってますね、正直はね。でもその効率をよく売り上げを上げるのであれば、そのバカンスみたいなのをなくした方が、働く時間も増えるし、生産性も上がるじゃないですか。でもイタリアってそういう方向に行かないままみんな暮らしてますよね。それやっぱ効率ってあんまり重要視してないけど、なんとなくうまくいっちゃってるって感じですか？そうですね。ちょっと今話がちょっとリモートワークで始まったんですけど、その前に、私が日本に15年前ぐらいから仕事に来て、で、ずっと日本で働いてますけど、何が彼と違ってるのは、やっぱりワークライフバランスは全然違うと思いますけど、特に、日本人はやっぱり会社で働くと、結構、普通の日はもう本当に朝早くまで会社に出て、で、遅くまでうちに戻らないから、なかなかワークだけのバランスになるのは、ライフも本当に少なくなるんですけど、イタリア人は逆に、もうちょっとうまく言えるかどうかちょっとわからないんですけど、もうちょっとワークライフバランスの方が、もともとあったんですね。その状況の中に、やっぱりリモートで仕事するのを持っていくと、そのままの悪いところが映った気がしますね。例えば日本でリモートワーク見ると、よく日本、オフィスワーカーとか、うちでも結構なかなかのコンピューターから離れることできないんですよ。そこが、逆に私がちょっとそこが心配してます。
そのイタリア人ですらリモートワークになると8時間以上働いちゃったりするんですか？働かないと思いますね。本当に、そこが、いや、本当に法律的にも、ちゃんと、接続を切ることが、もう、労働者の、権利として預けられると思うんですけれども、そこがやっぱりポイントだと思いますね。今、例えばオフィスの中で私の部下見ると、残業長すぎたら私はそこに行って、もう帰りなさい言いますけど、ある場合は大きい企業でも日本では例えば水曜日の9時にはもう電気が切れます。これがそこまでしないと人帰らないけど、イタリアではその問題大体ないので、だから私がもうちょっとうまく自分の仕事の管理とかオルガナイゼーションができると、イタリア人それは思わないと思うので、やっぱりどこで自分でカットするか、そこがすごく大事だと思うんですけど、日本人はどうしてもそこがはっきりしないんですね。でも、そのフランチェスコさんが、例えば夜になんかビジネスの商談をしてるときに、部下にこれを確認したいみたいな時とかって、電話して2、3分聞けば終わる話ですけど、それ聞かないんですか？今は電話よりも、やっぱりオンラインで、誰かオンラインがまだ仕事続けてるかどうかはもう本当に見れますから、そっちで、例えばずっと赤いで、ずっと会議中とか、ずっと忙しいという印があれば、私がちょっとメッセージ入れて、もういいんですよ。正直私の部下すごく私の考え方理解してるから、そこまで多分ないけど、でも例えば遅くからメール来ると、私が次の日は必ず注意します。なぜこんな遅くまでメール出すとかね。あんまりそこは美味しくないんですよ。そういう、例えば11時ぐらいになんか仕事のメール打って流すのは、ちょっと良くないと思いますね。正直。でもなんか仕事によって、どうぞ。すみません。西村さん、今パリにいらっしゃるって聞いたんですけど、はいはい、フランスですと少し前に、休日にこうメール見たり、それを返したりするのがもう、禁じられるっていうまでいかないんですけど、そういう形でこう労働者に対して、今言った、フランチさんが言ったようなことすらもうまずしなくていい、したらダメだっていう強制的なこう状況になったと思うんですけど、なんかそのあたり法案できてなくて、ドイツが確かその法律上、その接続切る権利っていうのが労働者側で、フランスはまだ話し合ってる最中だった気がしますけど。なるほど。つながらない権利っていうんですかね。そのあたりがこう、はい。そのぐらいやはり法律で、日本ではよくあるじゃないですか。法律だったりとかルールを決めないと物事が変わらないっていう話をよくしますけど、やはりそれはフランスでも話されてて、ドイツでももうそれが施行されているっていうことは、やはり世界共通のことになっちゃうんですかね。これイタリアの場合もそうなのかな。どうなんでしょうか。ごめんなさい、どうなんでしょうか。でもあれですよね。例えば、ちょっと話少しずれるかもしれないんですけれども、去年でしたっけ、アイスランドで実験された週8日勤務の実験があって、で生産性が変わらない、もしくは向上するっていう結果が出たっていう話がちょっと話題になって、で日本でもその週4日勤務っていうことを実際に導入して、成功しているという企業が何個かね、いらっしゃるということで、中には週3勤務っていうところもあるということなんですけれども、これの話はまだ早いんですかね。どうなんでしょう。日本では早い。日本もしくはそのヨーロッパでも、やはり別に土台をもっと作ってからじゃないかできないんですかね。それこそさっきフランチェスコさんがおっしゃってたように、結局隠れて仕事をするっていうのがしたくてしているのかどうかというのはまた別として、隠れて仕事をしてしまう人、残業してしまう人がいるっていう中で、こういうことをやっても結局のところ、ワークライフバランスっていうのは保たれないことになっちゃうんですね。そうでしょう。でも、業務の体系による気がするんですけどね。例えば飲食店とかで、ほぼアルバイトだけで回せますっていうのであれば、週3日間だけ働く人たちをぐるぐるシフト入れれば全然回ると思うんですよ。
ただその営業系のところでクライアントに何か言われたら、まあ必ず対応しなければいけませんみたいなところだと、今休みなんで対応できませんっていうのが言えないっていう、多分その業務によるので、一概にその文化とかでは決められないんじゃないかなとは思いますけど。なるほど。その通りです。そうですね。オランダでもワークシェアっていう制度で、仕事をこう人で分担しながら、その働く日数をこう調整したり、夫婦で調整したりっていうのがあると思いますので、そのあたりとセットなのかなというのは思いました。ただ日本、どうぞ。ごめんなさい。今おっしゃる通り、確かにその業態によるのかなっていうところなんですけど、そうですよね、職人さんとかも、あれですよね、その労働サービス残業するなだったりとか、週4日しか働くなっていうようなことをしても、例えば職人さんだったりすると、勉強するために最初の何年はものすごい時間が必要だったりとか、あとは何かインスピレーションがなかったときは、常に働いている状態になることもあれば、逆に言うと全然働いていない状態になることもあったりとかっていうことがあると思うんですけど、そう考えると、なんでしょう、この働き方を考えなきゃいけないっていうのは、本当にひろゆきさんおっしゃる通り、一部の方向けだけの話題になっちゃうんですかね。あと、僕が役員やってる会社で、エンジニアが多い会社なんですけど、なので、何時に働いてもいいです。で、働いた時間の時給制っていう形にしてるんですよ。なので、その深夜働く人もいれば、土日働く人もいるんですけど、結局みんなフルタイム8時間働きたがるんですよね。その他給料が高くなるから。いや、その1日8時間以上は働いちゃいけません。なので、8時間で何とかしてくださいっていうと、やっぱり8時間5日をみんなやりたがるんですよ。で、その仕事がない状態で暇だったら仕事してお金もらった方がいいっていうのが、多分日本人はそこが根強いんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。例えば今私が主に小売店の中心の会社に勤めてますけど、リテールというのは、やっぱり店はどっちかというと店の店員さんはリモートはできないんですね。そうすると、例えば我々の従業員の数の中で、8割ぐらいは店舗で働いているので、リモートワークできない。もしかしてある時は休業できるんですけど、でも一応、基本的にリモートダメです。だけれども、オフィスではリモートしたら、その社内の中になんか区別のことになってしまうから、で、それがやっぱり、特にこれはイタリアではあまり、感じられないかもしれないけど、日本ではやっぱりすごく不安の気持ちになって、我々の人事も、やっぱりリモートに、オフィスのリモートワークにプッシュするが非常に気を使ってますね。そうすると、どっちかというと、我々は一応ルールがあるんですけど、でも、正直見ると、結構会社に来る人が多くて、本当にコロナで来なくてもよかった時もあったんですけど、今、正直は前回、コロナの前とか比べると、あまり変わりがないんですね。でも本当に業界によっては全然違うと思いますから、例えばエンジニアの主にだったら、本当に何時間でも働いていたから自己管理のことですね。例えば私も夜中でイタリアと電話会議するときに、その次の朝多分12時までは会社に行かないということで、それは自分の管理しますけど、その余裕がある会社まだ少ないと思いますね。もちろんマネージャーとか役員だったら自分でできるんですけど、普通のスタッフがやっぱり勤務時間あるので、なかなかそこからちょっと変更できない自分でね、自己で、フレックスワークあるところあるんですけど、そこがやっぱり一緒にちょっと改善できなかったシステムで見ると、やっぱりリモートワークイコールプラス仕事の増えた状況になってきたと思います。イタリアの人ってちゃんと休んだ方が仕事はきちんとできるよね、生産性が高いよねっていうのは割と一般常識になってるんですか？日本の場合っていっぱい働いた方がいっぱい成果出せるじゃんって考える人が多い気がするんですけど。どうでしょうね。私が全くどっちがいいか悪いか言えないんですけど、やっぱりイタリア人と日本人の働き方の違いは仕事の交差かな。どっちかというと、英語でインテンシティと言うんですけれども、例えば、日本ではよく会社よく聞いて、
まあ、本当に中小企業でしたら、まあ、スリッパ履いて、お茶飲んで、で、そこから仕事始まるんですけど、イタリア人はもう遅れて、気分悪くて会社に入って、でもすぐにもう仕事で、ボスの、文句聞いたりとか、仕事うまくいかないとか、もう喧嘩したりとか、もうすごく、そこが結構、インテンシティは、まあ、濃さが変わりますね。密度が。そう。だから、多分、8時間、9時間、そのままでつくと、やっぱりエネルギーなくなるんですよ。そうすると、やっぱり帰るしかないと思うね。もう本当に、まあ、あとは、なかなかイタリアの社会の中で、やっぱり日本みたいに、やっぱり日本の社会は、もう本当に、うまく働くための社会とも考えられてると思うんですけど、すごく組織的にはなかなか悪いところがないんですけど、イタリアはやっぱりあちこちの不安出てくるので、まあ、いろいろな、いつも毎朝は戦いに行く感じになりますから、100% は仕事に力入れることはできない、まずね。だから、多分働き方は変わってくると思います。フランチェスコさんはそのイタリアでその密度の濃い仕事をしてきて、で、日本のじゃあ、経営者をやってください。で、日本人って朝来たらネットサーフィンとかしてるわけじゃないですか。はい。それを見て、お前ら働けよとか、そういうふうには思わなかったんですか？ですね、思わなかった。なぜかというと、やっぱり、その国の文化とか、その時の働き方に無理やりに変えると、あんまり結果出ない気がします。どっちかというと、会社は、今、勤めてる会社はイタリアの会社ですけど、でも、イタリアの考え方は口に持ってきては成功すると思わないです。逆に、日本では、やっぱり日本人に向けの考え方と働き方、選んで、で、そこで結果出すの方が、みんなにストレスかからないなと思いますけどね。なんかその日本の会社で働いた時のやり方で、これイタリアに持ってった方がうまくいくのにみたいなものありました？サービス残業とか。いや、まあ、もうちょっと、例えば、今日本で、例えば私の会社で、使われているフレックスタイムは非常にいいと思うんですけど、イタリアではなかなかそこまではないと思うんですけど、でもね、本当にいろいろなことは、私が初めて日本に来たとき、もう32年前ぐらいで、まだ学生だったんですけど、その時私が当時にものすごく世界に人気あったマネジメントの理論があったんじゃないですか。トヨタの例えばジャスティンタイムとか、看板方針とか、改善のこと。私はそれを勉強しに来たんですね。でその時特に欧米の研究者は非常に光ってたんですね。いや、これがもうすごい日本の革命じゃないですか。まあ、日本はその時はすごく成功していた経済の国だったので、まあ、やっぱり将来はこれになるんじゃないかなと思って。でも結果的には、それは例えばジャスティンタイムとか日本しかできないと思うんですね。例えば運送の考え方とか、在庫の管理のシステムとか考えるとね、やっぱりなかなか在庫は置けないところとかね、店とかね。だから、多分日本しかで、成功できない働き方もたくさんあると思うんです。なかなか持っていくと、あら、これはダメですよ。それが結構あると思うんですね。私がどっちかというと、まあ57歳になったんですけど、もうだいぶ諦めてるんですけど、日本では日本の働き方でいいと思うし、で、イタリアでは多分イタリアの働き方でいいんじゃないかなと思う。なかなかまあコピーできるところは少ないと思いますね。日本人なりに、改善っていうやり方はうまくいくと。でもイタリアはイタリア人なりのやり方で、1ヶ月バカンス取った方がうまくいくみたいなの。そこはもうグローバルになっても変わらないものなんですか？なんかみんなアメリカのやり方に従った方が効率いいじゃんみたいにならないんですかね？どうでしょう？西村さん、グローバライゼーションのファンですか？まあ、僕は IT 系なんで、いつ働いてもいいし、どこで働いてもいいよねっていうタイプなので、やっぱリテールがあるような客商売とはちょっと違うかなと思うんですけど。いや、でもそこがすごい、私もすごく賛成ですね。どこで働いてもいいし、で、何時に働いてもいいんですけれども、でもそこがやっぱり、まあ、いつからいつまで
働けるのは決めた方が多分はいいんじゃないかな。そうじゃないと自分の自由さはだいぶなくなる。昔はもう電話会社にあって、で、携帯なかったし、ファックスもあった、イメールなかったでしょ。だから仕事で会社しかできなかった、ほとんどね。まあ、その時長く会社いたんですけど、今仕事どこでもできるから、私が、まあ、働く人間として、もちろん便利は便利なんだけど、でもたまに昔の方が良かったね。出たらもう心配なかったんですね。今はこれがないんですね。そのなんか代わりにその連絡されない権利みたいなのをそのヨーロッパで国によっては導入しようとしてるわけですけど、だからむしろその昔に戻ってるって言えたりするんですかね。山田さん的にどうですか？もうつながりすぎて、いつでも連絡取れるようになったから、それをもうあえて禁止することによって、昔はインターネットがなかったからつながらないから、昔にそういうのに戻そうっていう、そういう意図ですか？なんか結果的にその昔の人間らしい、要は勤務時間終わったら、あとは家族だったり、プライベートを自由に使いますよっていう時代にも法律的に戻そうとしてるわけじゃないですか。連絡を取れないっていう形にして。はい。その流れは、すごく、あると思いますね。今、すごく、皆さんも聞いたことある、やはりウェルビーイングっていう言葉が、働き方だとか、働く場っていうのにも重要なテーマになってまして、やっぱ従業員のウェルビーイング、効率みたいな生産性だけじゃなくて、ウェルビーイングをどう担保したり作っていくか、そのを含めた環境をどう企業が提供するかのところに、やはり優秀な企業というのは企業価値もありますし、それを提供してくれる企業に、優秀な従業員もついてくるっていうのがあるので、優秀な従業員にやっぱりより働いてもらうためには、そういったところ、より人間らしい生き方、働き方をどう支援できるかみたいなところまで企業に問われてるのかなと思うので、法律もそうですし、企業の中でそういう制度を作るって、企業の中の法律みたいなものだと思うので、国がやらなくても企業でそういうものをどんどんといかに提供できるか。給与以外の部分でのやはりメリットみたいなところはすごく各社作ってると思います。その企業が生産性を高めて効率を良くして売り上げを上げようってやればやるほど、その従業員の勤務時間はきっちり働いて、そうじゃないが、あとはプライベートを楽しみましょうっていう伝統的な生活に戻ってしまうっていう、いや効率を追求したがゆえに伝統的な生活に戻るっていうのが、なんか矛盾というかおかしな形になってるような気もするんですけど。そうですね。効率でもだけを追求しなくなってきているのかなと思いますね。昨今の資本主義での会議じゃないですけれども、その企業が評価される価値だとか、その従業員の成果も単に効率とか利益だけじゃない部分で冒頭出ましたSDGs ではないですけれども、ヨーロッパなんかその辺が取り組んでると思うんですけど、やっぱりそのあたりにどう貢献していくかみたいなところが、いわゆる企業として社会に認められる価値になってきているので、なんかそのあたりの動きで連動しているような気がしますね。ようやく。なんかその労働環境がいいと、その会社のイメージも良くなって優秀な若い人も入るし、なんかその SDGs に貢献している会社の製品を買いたいと思う人がいるっていうので、結果としてその効率を重視しないことで生産性と売り上げが上がるっていうことになってる気がするんですけど、なので、結局結果としてあったのは売り上げが上がるっていうので、こうした方が売り上げが上がるよねっていうので、やってることは正しいと思うんですけど、ただ効率を良くするがゆえに、その昔ながらのその昭和的なすげえ働けとかっていうのじゃない方がうまくいくっていうのは、なんか人類にとっては良いことなのかなと思うんですけど。売り上げが上がらなくても、効率良くなることは確かですね。私は特にこの最近の2、3年間でもう本当に私のデスクからほとんど紙なくなったんですね。で、例えばミーティングするときも、昔、例えばプレゼンのコピーしたりとか、配ってたりだけど、今全くこれ一切ないので、例えば
過去の資料もほとんど全部デジタルで、持ちますから、環境的にも、効率的にも、コスト的にも、もうすごく、メリットがあるんですね。で、そうすると、そのものがどこでも、例えばアクセスできるから、これが、本当に素晴らしいと思いますね。だから、ちょっと、仕事の働き方は、やっぱり、労働のことだけ、例えば、リモートだけではなくて、やっぱり全体的に、デジタルに変化のことが、すごく、我々の毎日の人生は、だいぶ変わってきてるんじゃないか。で、それで、本当に環境的にも非常に効果出てると思いますね。なんかその一人一人余裕のある生活、仕事になるんですけど、ただ、イタリアでもそのデジタルに乗れない人っていると思うんですけど、今ね。そういう人はどうなってるんですか、今、イタリアでは。イタリアは多分日本よりも厳しいと思う。今、この流れに乗らない人に、もう、乗れか、もう、外に行くかね。本当に、すごく今、例えばコロナに対するワクチンの方針に、イタリアも日本よりも全然違うと思うんですけど、例えばイタリアではワクチンを受けないんだったら、パスポートが使えないんだったら、レストランに入れない、映画館に入れない、サッカー見に行けない、劇場に入れないということで、例えば日本では逆に、ちょっとそこまで厳しくすると、やっぱりワクチンを打ってない人にとっては差別になるということ。逆にイタリアではそんなもう差別とか、もう本当に差別したいということになりますからね。だからデジタルのことにも、もう会社の組織これだったら、こういうふうにやりなさい。もしこれでダメだったら、もうあなたの問題ですよ。もうこの会社で働けないとか。こういうこと結構はっきりする社会になってると思います。そのパソコンが使えないとかで、イタリアは人をクビにできるんですか？なんか日本だとできなそうなんですけど。いや、クビができないけど、でも、クビできなくても、もう、日本と同じく会社の中で別の業務を移動できないんだったら、会社の負担にもなることでもないし、業務によって違うけど、でも、だいぶイタリア人もそこがイメージよりもだいぶ発展してると思いますね。そうなんですね。多分、ガラケーやイタリアにもないと思うんですけど、でもまだ日本では見られてますけど、ありますね。ありますよ。確かに。まだ売ってますね、日本は。なるほど。つまり、今、日本は生産性が低い、たくさん働いているのに生産性が低いというふうに、昨今言われていましたけれども、要は、その生産性を、皆さんのお話をまとめようとすると、生産性が低いから何とかしなきゃって思ったときは、生産性は低くてもいいやって思うことで、生産性が上がるかもしれないっていうことになるでしょう。なんかそんな矛盾した状況はありますよね。そういうことですね。で、またね、リモートの話から話が始まって、で、リモートが全ていいことだらけじゃないっていうことだったんですけど、オフィス、そうすると、オフィスで働くことを好む人もたくさんいらっしゃる中で、オフィスの中でなんかできることっていうのは何かあるんでしょうか。例えば、山田さんが確かそのオフィス、世界のオフィスの違いについてお話をされてたことがあると思うんですけれども、日本のオフィス、一般的に日本のオフィスという言い方をするとかなり深まってしまいますけれども、一般的な日本のオフィスと、海外、日本以外の国のオフィスの違いだったりとか、なんかオフィスをこう変えたことで、こう成功したみたいな例があったら、お伺いしたいんですけれども、どうでしょうか。はい。結構難しい質問ですね。そうですね。コロナ前は、やはりその国の文化とか働き方によってオフィスがどうなってるかって紐づいてたと思う。例えば日本ですと、いわゆる作業する場としてオフィス、みんなで作業する場、そのためのしつらいみたいな形がやっぱ強かったと思いますし、先ほど出たアメリカのそういう GAFA のいわゆる、シリコンバレーのオフィスは優秀な社員であったり、いかにそのオフィスで生産性高く元気に働いてもらうかためにいろんな施設、例えばアメニティだとか、それこそ遊べる場所だとか、そういったものを
提供して、徹底的にそれ、これぐらいいい環境を与えるから成果出せよっていう働き方にしますし、一方で僕が見てきた一番面白かったオフィスは、デンマークの設計事務所の 3XN っていう企業は、オフィスの中にもうデスクと食堂しかないんですよね。オフィスを楽しくしてもクリエイティビティは生まれないっていう精神で作ったらしいんですけども、オフィスの中ではもうデスクでひたすらみんな集中して働くと。で、ご飯を食べるときは一緒にみんなで食べて、また仕事に戻る。で、じゃあどこでクリエイティビティが生まれるのかっていうと、さっき言ったワークライフバランスじゃないですけど、みんなもう5時に帰って、各々の趣味をしたり、家族と一緒に過ごしたりっていう、その時間がクリエイティビティのもとで、それをちゃんと担保して持ち帰って集中してオフィスで働くんだと。だからデスクと食堂しかいらないんだみたいな形で作ってたんですけれども、それぞれのなんか考え方とかスタイルによって違うので、なんかそこでどう変わるのかなっていうのが思ってます。そういうのかなと思います。で、ただコロナを経験して、確実に全世界一旦社会実験じゃないですけど、リモート、いわゆる在宅勤務がベースになったときに、じゃあ次にオフィスに行くときにはなんでオフィスに行くのかみたいなのは全世界の人に問われてて、その時にやっぱり目的がないとオフィスに行かないと思うので、じゃあその目的をそれぞれの国とか企業がどう作るのかっていったところが今のフェーズで、結構共通の今課題を全世界で投げられてて、やっぱりオフィス必要、みんなオフィスは必要だって、今、我々のアンケートでも9割の経営者が答えたんですね、一回日本では。ただし、その必要な機能が今変わってきて、じゃあ何が必要なのかっていうところはそれぞれ、もしかしたらデスクとか、そういうのはなくて、ただ遊びに行くだけの場所かもしれないですし、それをオフィスというようになるかもしれないし、今まで通りデスクがあって作業する場になるかもしれないですし、だから非常にオフィスっていう定義が一旦崩れて、また今再定義しようとしてるのかなと思ってます。なんかその世界的なラグジュアリーブランドって、そのイタリアのじゃあそのアルマーニとかさんがフランスのじゃあルイ・ヴィトンとかって、その基本的にフランスもイタリアも勤務時間以外働かないし、バカンス1ヶ月行くような民族じゃないですか。で、逆にその1年間一生懸命働く日本からはその世界的なラグジュアリーブランドみたいな生まれないっていうのを考えると、やっぱりそのクリエイティビティは休みが長ければ長いほど上がりやすいってことなんですか？フランチェスカさん的にどう思います？クリエイティビティ自体は多分そうですね。やっぱり外の世界見ないと、なかなか多分ずっとオフィスの中にいると、ずっと会議室でブレインストーミングすると、なかなか素晴らしいアイディア発見しないと、改善は圧生すると思うんですけど、ただ新しいアイディアやっぱりどうしても外からのインプットが非常に強いので、その外からのインプットどういうふうに受け取るかによってはいろいろなやり方があるんですけど、でも、確かそういうクリエイティビティ多分、そのワークライフバランスと、のつながりが強いと思うんですけど、さっきちょっと、先の質問に戻ると、やっぱり私も今、だいぶ私の会社でも、昔、人のデスクがあって、今、だいたい資料はデジタルなので、その自分のデスクとあまりなかなか言えないんですけど、例えば、会社に来ることは、非常に、フェイストゥフェイスのミーティングは非常に大事だと思うんですが、それ以外、例えば会社じゃなくて、うちから、つながってで仕事は、ミーティングに参加できるんですけど、ただ、私がよく、日本のテレビでも、不動産関係の番組よく見ますけど、例えば、東京か大阪の、大都会の物件見ると、最近はよく不動産屋さんは、ちょっとテレワークスペースありますよという、ちょっと売るポイントがあるんですけど、でも、見ると、本当に狭くて、で、大体、うちの中、ウォーキンクローゼットか、タンスの隣か、トイレの一部とかね、ちょっと狭いスペースで、大体、パソコンだけ置ける、場所があるんですけど、そこでテレワークすると、
私がその人だったら、まあ会社に行った方がいいんじゃないと思うんですけどね。あとは、インカムも会社にあるし、まあ、フェイストゥフェイスでなって一緒に食事して、で、やっぱり、チームの、絆がすごく強くなると思う。ずっとそんな狭い場所でリモートで働くと、絆は本当にできるかな。そこがちょっと疑問があるんですけどね。どうでしょう。私は絆っていうのはやっぱり必要、ごめんなさい。絆っていうのはやっぱり必要なものですか。経営者の方がね、その会社を引っ張ってらっしゃるから、その経営陣の方々の意見すごく大事だと思うんですけど、例えば、西村さんは、基本はリモートを代表されている。そうですね。はい。だからそのアメリカのフォーチャンっていう会社をもう6年ぐらいやってるんですけど、全員リモートで会ったことある人の方が僕少ないっていうぐらいですけど、絆がなくても回る作業なんですよね。だから絶対絆が必要というわけではないですけど、ただ困った時はあった方がいいと思うし、頼んだ時にやってくれる人かどうかっていう。で、やってくれないやつは絆があって、フェイス2フェイスでもやってくれないじゃないですか。でもやってくれる人は困った時にこれお願いって言ってやってくれるので、多分人をどう見るかっていう方が、絆よりも大事なのかなという気もしますけど。まあ、そうですね。でも確か困るときはやっぱり、まあ、困っている一部の私も一緒に困ってるから、なんか努力して、で、なんか解決を探すこと。特に今、コロナの状況で多分、うまくいくってる企業が、IT が少ないと思うんですけど、うちは結構大変ですからね。だから、まあ、そういう面で見ると、やっぱりちょっと、本当に我々はたまにオンライン、オフィスの中でもオンラインのミーティングしますよ。一つの会議室集まるよりも自分のデスクから参加するんですけど、でもミーティング終わったら一緒になんかどっかでコーヒー飲んでコメントしたりとか、まあやっぱりそこが、それも大事ですね。だから両方あってうまくバランス取れれば、まあ私がもう本当にすごくいいと思いますけどね。一つ聞きたいのは、これ日本もイタリアもなんですけど、世代ってどう関係してくるのか。僕らの世代って多分リアルなオフィスで働いたことがあったり、今デジタルも使いますけど、そのあたりも基本主流でずっとやってきたのを今デジタルに切り替わってとか。ただデジタル世代になった時に、これが逆転して、もうデジタルが逆に当たり前に今なって、リアルで会う方が珍しくなってくるときに、若い人たちのこの働き方に対する考え方って、日本だとデジタル世代とか Z 世代みたいなところが今どうなっていくかもそうなんですけど、そのあたり、IT の企業ですと西村さんは若い人に、で、どうなのかなと、イタリアではどうなのかなっていうのは気になりますね。でもコロナ禍でだいぶ加速するだろうなっていうのが、上司が部下と飲みに行って、いろいろ伝えるっていう文化、IT もともと少ないんですけど、今回コロナでもう2年ぐらい多分そういうのがなくなっちゃったので、多分昭和的な上司が部下を飲みに連れてって、そこでいろいろ教えるっていうのは日本では多分絶滅するんじゃないかなと思ってるんですけど。ノミニケーションっていう。いや、ノミニケーションで物を教えるっていうのもやらないで済むのが IT 系だし、で、他の会社もそれができなくなっちゃったので、そうじゃない形で進めるっていうのに慣れすぎちゃって、多分コロナが収まってももう飲み会行こうぜって言っても嫌ですで終わりだと思うんですよね。なのでもうノミニケーションという手段自体が絶滅するんじゃないかなと思ってるんですけど。それを伝統と言っていいのがちょっとあれなんですけど、それもなくなっていくだろうという。ごく一部も営業系の会社とか、制作系の会社とかは、そういうのは密なのは残るかもしれないですけど、そういう特殊な業務っていう枠組みになるんじゃないかなっていう。ナチェスコさん、日本で日本の会社に来られたとき、どうでしたか？コミュニケーションについては、もしかしたら以前からご存知だったかもしれないですけど、実際に文化の壁として最初ぶつかったところですかね。それとも、そんなに違和感もなく溶け込めたものでしょうか。正直はあんまり多分私が顔も外国人の顔なので、そんなに誘われてなかったんですよ。やっぱり外の人からと思われて、多分その人行かないんじゃないかなと思って、たまに最初には
私も行きたいと言ったら、まあ、どうぞ来てだけど、でも私にとっては、まあ、多分ちょっとめんどくさいことも、この、やっぱり飲み会とか、まあ、この接待とか、今、ちょっとコロナでの影響もあるし、減らしたことは、すごくいいと思いますけど、正直は、別のところで、同じ効果で出せる、例えばまあ、一緒になるとか、コミュニケーション取ることは、そこがやっぱり力入れた方がいいと思いますけど、だから、例えば社内のブログとか、社内のチャットとかね、本当に、私が今、Eメールよりもチャットで、皆さん、もうちょっと正直話しますよ。だから、やっぱり、別の環境で、皆さん、自由に話せることは、別にバールとか、居酒屋だけではなくて、やっぱり、チャットでも、そういうこと結構出ると思うので、そこが、ちょっと進化しないといけないと思うんですよ。会社としてもね。でもなんか日本人って、家族とお酒飲むより、同僚と飲むとか、会社の人と飲む方が楽しいって思ってる人多いじゃないですか。フランチェスカさんどうですか？奥さんとワインを飲むのと同僚とワインを飲むのどっちが楽しいみたいな。私が正直はかないとのが飲みたいかな。はいはい、まあでも、本当に、それもわかりますよ。やっぱりずっと一緒に働いてる人と、まあよく会社で関係ある人と、あんまり関係ないけど関係作りたい人にとってはそこがチャンスになると思う。だから別にそれは基本的にこれ悪いとは思わないけど、ただ、たまに時期的にはちょっと多すぎになる。時期的に本当に11月、12月にほとんど毎日なんかあるので、そこがちょっと負担多いかなと思うんですけど、ね、多分、特に若い人たちはそう思ってると思う。そこが今良くなってるんじゃないかなと。ちなみになんか上司が飲みに行くぞって言って若手が行って、でも若手がお金を払わなきゃいけないっていうのが日本はあったりするんですけど、イタリアってそういうのあります？ない。ない。あ、じゃあないです。ボスが飲み会行くぞっていうこと自体がない。あんまりないけど、もし、例えば飲み会、イタリアで飲み会はどんどんないんですけど、例えば大体イタリア人、じゃあ一緒にピザ食べに行こうとかだったら、まあ、逆に、ボスのおごることは多い気がします。じゃあもうボスが出すのが当たり前。だから、何回もならないんですよ。ボスアラウンドそんなに余裕がないから。そうです。確かに。なんか同僚で仕事仲間で飲みに行くことはないけど、まあ日本の接待じゃないですけど、イタリアでは結構夜仕事で食事をするっていうのを聞いたことあるんで、弊社の社員もイタリアのデザイン事務所とかに1年間勤務したりしたことあるんですけど、まあその時言ってたのは結構なんか夜、イタリアではいわゆるパートナーだとか仕事の相手と食事をして、そこで結構仕事が決まっていくっていう、そういうのが、っていうのを聞いたことあるんですけど、それはまあ会社の中の飲み会ではなくて、いわゆるビジネスとしてのそういう夜食事をする、お酒を共にするっていうことで結構仕事が進むっていうのが、まあそれは日本でもよくあることだと思うんですけど、そのあたりってイタリアってどうですか？そうですね。結構ビジネスディナーとかそういう舞台で結構大事な話もできるんですよ。あとはイタリアは、まあ、日本みたいは結構多様性がある国ですけれども、北と超イタリアと南とか、例えば南だったら、まあ、ローマ、ナポリ含めて、大体夜食事は9時半からですよ。まあ、スペインのもともとの文化強いので、そこが遅くなるがでも当たり前ですけど、ミラノだったら大体普通は7時半ぐらいで、まあ、ディナーするので、だからまあ11時まで大体ですね。でもだんだん南行くほど時間遅くなるから、ちょっとそれ結構仕事で取ると長時間労働ですよね。ちょっと次の日は結構厳しいと思いますけどね。まあ、フランスはどうなんでしょう。フランスね、イタリアに比べると北になるから、今イタリアの北と南の。フランスも遅いですよ。やっぱ7時台に飯食う人はほとんどいないですね。ただ、ビジネスミーティング自体もあんまり見ないですけどね。
もうその家族とか、その恋人とかと、その3時間とかかけてご飯食べるのが当たり前で、あんまりビジネスミーティングで長時間っていうのも見ないですけどね、こっちは。やっぱりあれですかね、オフィスの話に戻っちゃいますけれども、コミュニケーションはもうオフィスでとって、例えばイタリアだったりすると、コーヒータイムがあるじゃないですか。コーヒータイムという言い方するとおかしいかな。タバコ吸う方々が、例えば喫煙所でコミュニケーションを取るみたいに、例えばイタリアだと、コーヒーのマシンがあったりするところに、自然とみんな人が集まって、そこでコーヒー飲みながら話が盛り上がるっていうことでコミュニケーションが生まれるっていうことはよくあると思うんですけど、これ、フランスとかでもやっぱりそういうところからコミュニケーションが生まれてくるんですかね。仕事のあれ、職場によるんじゃないですかね。日本は変わってきましたよね。うんイタリアは確かにコーヒータイムがあって、なんかもう1時間に1度みんな行くっていう。まあ、言い方したんですけど1時間ちょっと言い過ぎかもしれないけど、すいません。でも確か、重要な話するとき、ちょっと一緒にコーヒー飲みませんかという言い方よくする。まあ、日本では逆に、まあ、一緒にタバコ吸うとかね、外に行って、で、一本吸ったら、その時ちょっと話するんですけど、私が、まあ、これ面白いんですけど、初めての仕事はした時に、銀行で、テレビズという街、ベネツィアの近くなんだけど、そこで皆さん銀行員はだいたい11時半ぐらいに一度ちょっとコーヒータイム取って、で、15分ぐらいちょっと出て、で、バーまで行って、まあ普通のどこの街でもコーヒー飲むんですけど、テレビズでもう朝の10時半ぐらいにもうプロセッコと飲んで、で、会社に戻ったんですね。で、それは10時半にもうお酒飲む。私はもうあんまり感覚なかったから銀行員で帰ったらいつもなんか数字合わなかったんですね。帰ってから。私はちょっと小さい金額の振り込みの担当してたんですけど、全然合わなくて、で、リーダーの時代だったから、もうすごく数字が長かったので、もう本当に。でもそういうコミュニケーション、それも一応、このノミニケーションと言えるかもしれないね。イタリアらしい。そう、お昼から飲んでても、周りやっぱ何も言わないんですか？イタリアは。ランチタイムでみんなだいたいワイン飲みますよ。私も今でも日本でも飲みますけど。ですよね。私たちイタリア商工会議所の方でやっているプロジェクトのうち一つで、その地中海の、地中海ダイエットについてのアンケートっていうのをいろいろなスペシャリストの方々に、世界中の方々に聞いてるんですけど、その中の質問の一つが、お昼、平日ですね、平日のお昼にもワインを飲むっていうのは体にいいのか悪いのかっていう質問があるんですよ。これ、日本のスペシャリストの方々にもしなきゃいけないんですけど、日本のスペシャリストの方々だと、そもそもその質問を聞いて、いやいや、その前に飲まないでしょっていう。なのでね、イタリアだとそのお昼に飲むっていうのが、そもそもワイン文化だからっていうところがあるので、そもそも質問の基盤が違うんですけど、フランスなんかもどうですかね、昼からでもフランスも飲んでる人いっぱいいますね。だから、でもやっぱアルコールに強いっていう、その人種的な問題があるんじゃないかなと思うんですけど。植木さん、結構お酒飲みながらお仕事されているところを拝見したことがあるんですけど。僕はずっと家にいるとき一人だと飲まないので、むしろ飲んで仕事することの方が少ないですね。あ、そうなんですね。なるほど。山田さん、日本だと、やっぱりお酒、仕事中にというか、その業務時間中にお酒を飲むっていうことは、もうほとんどありえないことそうですね。はい。就労規則でまず禁止されてると思います。で、ただ変わってくるので今後どうなるかってすごい面白いところで、先ほど言われたコーヒータイムも、昔は伝統じゃないですけど、日本で仕事中にコーヒー飲んだり、ドリンク飲んだり、ちょっと休憩してたらサボってるって見られてて、タバコ部屋はなぜかサボってると思われてなかったんですけども、で、そのタバコ部屋がだから重要だみたいなところを、最近オフィスでタバコはもう吸えなくなった、喫煙ルーム作れなくなったりがあったんで、そういう時に結構今、やっぱりカフェみたいなところをオフィスに作って、みんなで休憩して飲むっていう行為が、ようやくそれも働いているうちの一つですよ、休むのも一つですよって認められてきて、いいお菓子だとかコーヒーを、飲み物を日本のオフィスにも入れるようにようやくなって、企業もそれを
全然許容するようになってきたんですね。で、次に来るのは結構これ、アルコールの結構企業さんからご相談あるんですけど、コーヒーの次、アルコールをどういうふうに、やっぱアルコールの飲料ってすごい飲む量が少なくなってきているので、それをどういうふうに法人にこう、オフィスに提供するかっていうのは結構皆さん考えられてたして、でも日中それを提供できない。だからバーみたいなところをどういうふうにオフィスに入れて気軽にこう飲んでリラックスしてもらえるかみたいな相談は結構ちょくちょく来てて、でも根本的にやっぱ日中飲めないんで、でもこれがちょっと認識変わったりなんかすると、先ほど言われたイタリアとかフランスみたいに、なんか世界標準で日本のオフィスでももしかしたらアルコールが振る舞われるようになるっていう可能性はあるのかなと思って、そういうふうに伝統が少しずつ変わってくるじゃないですけど。私の今勤めているディーゼルジャパンで、レセプションカウンターで夜の6時半以降だったら、一応、スタッフのため、バーの環境になるので、そこが、ただでお酒とかね、飲み物とか、スナックも召し上がれます。これは本当に会社のコミュニケーションを良くするため、特に今コロナでやっぱり出たら危ないので、うちのスタッフは本当にタバコ室に行ってコロナかかってきた人もいるんですけど、だからできるだけ今こういうふうにちょっと我々のスタッフも守ってあげたいということがあります。でもシェアオフィスの WeWork とかもビール飲み放題になってたりしますよね、休憩所とか。はい、そうですね。なんか日本以外の国って結構会社でアルコール飲みたければ飲めばっていうのが結構多い気がするんですけどね。でもね、やはりひろゆきさんが先ほどおっしゃってたようにアジア人というか日本人というか、お酒に弱い人種っていうところもあるし、割り酔いしちゃうっていうところも、もしかしたらなかなかヨーロッパに比べたらね、浸透する妨げになる一つなのかななんてことも思いますけど。なんか日本人って泥酔することを許容しますよね。なんか他の国って泥酔して道端で寝てる人とかってもう薬中と同じ扱いでほとんど見ないし、まともな大人って飲んで道路に寝たりしないじゃないですか。でも日本ってなんかそれが許されるっていうのがあるので、悪酔いがある程度当たり前であるっていう価値観が日本人にはあるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。そうですね。本当に。酔うためのお酒みたいな。ですね、なんか飲んで楽しく会話するとかコミュニケーションのきっかけにするっていうより、でも、おっしゃる通りかもしれないですね。個人の酔うっていうものに、アルコールに対する責任のなんか価値観だとか感覚だとか、教育なのかもしれないですけど、そういうアルコール平たく言うアルコール文化に対する価値観みたいなところは違うのかもしれないです、おっしゃると。お話がね、盛り上がってきている中で、視聴者の皆様にも大変申し訳ないんですけれども、実はそろそろ時間になってきてしまいました。なので、話がね、やんわりと盛り上がって、もしかしたら日本はいい方向に向かっているんじゃないかなという、かすかな光が見えてきましたけれども、もちろんね、本当はもっと深く考えていかなきゃいけなかった、ちょっとクリティカルな目線で見ていかなければいけないところもあるとは思うんですけれども、悪いことばかりじゃないよっていうことが少し今回は見えたかなと思っています。あっという間の1時間でございました。フランチェスコさん、ひろゆきさん、山田さん、本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。